とにかく驚きの登場だったよね。セナディアの名前には信仰の光って意味がある。遠い星の光というよりどう見ても彼女は身近な炎って感じじゃない？こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。ヨーヨーを踏みながら進むセナディアは目を引く存在なんだ。もちろんその駆動コアの用途はそれ以外にもある。セナディアはいろんなスパーク攻撃を繰り出し、地上でも空中でも軽快に戦うんだ。そして世界の星の加護を受け、リーダーの時にアストラルリングを起動させると、海域共鳴特徴を持つキャラがいる場合、自身と味方がバフ効果を獲得するよ。通常攻撃は雷ダメージを与え、4段目が当たるとスパークパルスを得るの。地上で攻撃ボタンを長押しすると敵を打ち上げ、空中の場合は敵を撃ち落とせるよ。武器ボタンを押すと駆動コアを投げて敵に近づけるんだ。パルスがあるとき、武器ボタンでスパーク攻撃を放つとスパークブレーザー状態に入って、通常攻撃4段目を直接発動できるよ。スパークブレーザー状態中、スパーク攻撃は敵を吸い寄せ、武器ボタンで晴天の霹靂を放ち、大量の雷ダメージを与えるの。前進中に回避ボタン長押しで滑走できるよ。回避・滑走中に攻撃ボタンを押すと極限回避スキルが発動し、通常攻撃3段目を放てるんだ。滑走中に攻撃を受けるとダメージを無効にし、極限回避スキルを発動。セナディアが持つリングの特徴の一つは海域共鳴。バースト中に武器ボタンを押すとスパーク攻撃と雷光のアンカーを放ち、大量の雷ダメージを与え、海域共鳴の印を残すの。印によってチーム全員の共鳴攻撃は電磁場を生成し、追加で共鳴ダメージを与え続ける。バースト中は武器スキルの元素ダメージ、チーム全員の共鳴ダメージが上がるんだ。必殺技は駆動コアを操作して雷光をくぐり抜け、爆発で敵に大量の雷ダメージを与える。必殺技中は停滞領域の効果が発生するよ。星屑タイプのセナディアは星屑タイプの敵に対し独特の対応策があるんだ。晴天の霹靂や雷光のアンカーが命中すると星屑の残殻がさらにドロップ。しかも S2 になると残殻を消費し、敵の HP 上限に与えるダメージを一定の割合で周囲の敵に与えるよ。実戦では敵が時空減速、ノックバック、味方が武器スキル発動後に QTE で出場し、スパーク攻撃、通常攻撃4段目を食らわせ、スパーク攻撃と晴天の霹靂を放ってね。 EP が溜まったら必殺技を放ち、通常攻撃とスパーク攻撃を連続でお見舞いしよう。バースト状態に入ると武器ボタン連打でスパーク攻撃と雷光のアンカーを放ち、大ダメージを与え共鳴の印を残す。ヘリアに切り替え別の印を残したら、コラリーが空中強化武器スキルを放ち印を共鳴させよう。チームにコネクターがいる場合、バースト状態に入るとコネクターも攻撃してリングの効果を強化するよ。例えば小弱はリングのチャージを早め、バースト状態に入った時に敵にダメージを与え、敵の受ける元素ダメージをアップさせるよ。古の楽園ではまずは破行の祝福で晴天の霹靂を強化しよう。極限回避をしてスパークブレーザーの継続時間を延長させて、攻撃、武器ボタンで通常攻撃、スパーク攻撃、晴天の霹靂を放ち、必殺技で大ダメージを与えつつ極限回避スキルの回数を回復させる。最後はバースト状態に入って猛攻を仕掛けよう。意外な出来事によって少女は知らない世界に入った。彼女の謎はこの世界に対する本人の困惑よりもずっと多いのかもしれない。とにかく彼女は好奇心旺盛なんだ。いつか彼女に会えたらどんな場面になるのかな。